私の活動報告と私の自己紹介をさせていただきたいと思います。私の名前は小野リリアンと申します。はい、で現在36歳ですが、今年5月に37歳になります。で生まれは青森県八戸市なんですが、3歳からずっと札幌で育ちました。で長く他に特にいた場所は東京です。理由としては中学3年生から本格的にファッションモデルとしてスカウトされて東京に通うようになって、札幌と東京行ったり来たりしながら、雑誌がメインなんですけど、東京コレクションのファッションショーやパリコレなんかにも行かせていただいたこともありますし、うちの事務所では一番 CM を撮ってくるっていうふうに言われるくらい結構 CM もやらせていただきました。でそれが20年ですね。今も事務所には一応入ってはいます。で私自身が子供の頃から関心があった環境、自然ですね。自然が好きで、なんで壊されるんだろうっていう思いから20代からデンマークにちょっと学校行ったことをきっかけに、そこから市民活動にすごい参加するようになりました。やっぱり自分自身情熱があってもその環境について話せる仲間がいなくて行動ができなかったってところがあったので、そういう少数だけど仲間がいることで活動できるなと思って、そういったオンラインですが、コミュニティ作りだとか興味持って楽しかったので、デンマークのまた同じ学校に戻って、そこでもコミュニティ作り、チームビルディングみたいな仕事をさせていただいたりしてきました。はい、私の特徴をちょっと説明させていただくと、やっぱ日本にいると私多分欧米っぽいんですよ、私が持ってる文化っていうのが。ただ海外に出るとすごく日本人っていう文化だねって扱われるところがあって、だから多分皆さんハーフだから私は日本人だと思ってるんですけど、だからそう受け入れてもらいたいなと思いつつ、同時に自分がやっぱり言葉にしてもらわないとわからないっていうことがすごく察してねみたいなこととかがわからないところがあるので、そういった気がついてないことがあったら今後教えていただけたらとても助かります。よろしくお願いします。私がなぜ増毛町に来たかというと、もともと東京じゃなくてずっと北海道ベースで暮らしたかったんですね。でその中で自然の中で暮らしたいと思っていたし、気候変動の活動をしていく中でもなんか本当食糧難っていうのが近い未来に来るなっていうのをすごく危機感を感じて、自分自身が生きていくためにやっぱ食べていかないと生きていけないし、それを作ってくれる現場にちょっと入ることで食べていく力つけられたらなと思っていた矢先にカモンさんにお会いしまして、で新規収納で増毛で米作ってるで、話聞いたら国際的な視点も持っている方だし、結構描きたい未来が似てるかなと思ったので、彼女のもとで勉強させていただく方法として協力隊っていう風にできますよって言っていただけたので、そんな形で増毛町に来ました。ではそれが私の自己紹介で、去年何をしたかというと、さっきの説明の通り基本的にはカモンさんの田んぼで米作りを1年通して学ばせていただきました。やっぱ新規収納で新しい土地で何もゼロから整えていかなきゃいけない現場って、すごくただ米を作る以上にやることがいっぱいあって、結構過酷な1年ではあったんですけど、とは言っても周りの地域の米農家さんたちにいろいろ支えてもらいながら、お手伝いに行かせてもらったりしながら勉強させていただきました。はい、そんな感じで写真が出てるんですね。あとは私自身やっぱ都会生活が長くって、でもやっぱ農の現場に興味を持っている人たちがどうやって体験する場が作れるかなと思ったりだとか、あと私自身家庭菜園の興味があったので、そういった講座を金ちゃん先生っていうのが家庭菜園のベースに教えてる先生なんですけど、そういう講座を開いてみたりだとか、あとは高校生たちが来てくれて体験一緒にやったりだとか、あとルモイの福祉施設の方たちに来ていただいてちょっと手伝ってもらったりだとか、そういったノートのつながりみたいなことをオーガナイズしてみました。あとはラジオでも2回ほど出させていただいたし、漁協の女性部のところにお呼びいただいて話させていただいたし、あとは増毛町の魅力を発信するチャンスがあった時にお声かけいただいて発信したりだとか、あとは収穫後に私自身がトークイベントに呼ばれたので、そこで物販させていただいて増毛のことを知ってもらう機会を作ったりしました。とは言ってもやっぱり増毛町のことをもっと知りたいなと思っていたので、役場の方に教えてもらって、ゴミが行方がどうなっているのか教えてもらう会に参加したり
商品化したりだとか、その地域が持っている資源を使って経済がより回るようなことができるかっていうことを勉強する講座があったんです。それに参加しました。今後私がやりたいなと思っていることは、私自身あんま一人でやりきるタイプというよりかは、仲間を見つけてきて物を形にしていくっていうタイプの人間です。でその中でなので地域の人たちのもっとつながって、私が連れてこれる人を連れてきて、それで一緒に何か生み出せたらいいなと思うし、人口が減少していっていく中で外部の人たちがいい感じに地域の人たちと交わって、元気な街づくりしていく、そのつなぎ役みたいな橋渡しの役ができたらいいなって思っています。具体的には引き続き鴨さんのことをもうちょっと一人でやるの大変だなと思ってるので、人を巻き込んだ形で何か調整できないかなっていうのを今年は試してみたいですし、あと協力隊が今後もどんどんもっと増えていくので、そういうみんながお互い支え合えるような場作りももっと作っていきたいですし、そのみんなと皆さんと交流する場をもっと作っていきたいと思っています。あとはこの鈴木さんがヨガの皆さんとこれから始まるいろんな授業があるので、その中で、東京の30代女子がどういったものに魅力を感じるかっていう視点を持って、より人が増家の魅力に気づくようなプロジェクトに私が貢献できる形を探していきたいと思っています。以上です。ありがとうございました。予算というよりは考え方に賛同というところの活動がイメージとしては近いのかなと思うんですが、あくまで何かをする上で、予算は必要なのかなと。で先ほどと同様、この町益家町で何か今後事業を展開したい時に全く制約なく山一つ楽してもいいよとかいう非現実的なことも含めて、今イメージできる夢のような目標のようなことを聞かせていただければなと思います。夢見がちな人間なので、それはすごく伝えられると思うんですけど、持続可能な街が出来上がるといいなと思ってます。それで私が想像するのは、いろんな側面があると思うんですけど、持続的な可能っていうのはやっぱりこの豊かな自然、山と森と川と海とがずっと元気であれる状態っていうのがあるがゆえ、そこの資源を使って経済も回していけると思うし、私はそれこそ森林再生指導員という資格も一応取った経験があるんですけど、やっぱ元気な森、その土地にもともと根ざした森に戻していくことで、水資源だとかがどんどん回復していったりだとか、災害時にもすごく強い環境が整えられるというので、もうちょっとそういったことに力を入れることで、より海が元気になっていくかなとか考えてたりするので、そういった活動をしたいですし、あとはやっぱ地産地消だったりだとか、自治の力、食べ物もだし、エネルギーもだし、水もだし、生活に必要なそういった資源が地域で全部賄えるような状態っていうのを、もちろん一人では難しいんですけど、作っていけたらな、人を呼び込んだりしながら、そういった強い地域を作っていけたらなっていうのが思っています。でその上でいろんな人が安心して遊びに来れたりだとか、ここは安心だから移住したいなって思えるような街が作